はい、それでは三角関数の合成について説明を始めます。まずは加法定理の確認です。サインのアルファプラスベータ、最多コスモス、コスモス最多。次、コサインのアルファプラスベータ、今夜コスモス、盛んに最多。最後にタンジェント。1引くタンタン、タンプラタン。はい、いろんな覚え方ありますけれども、参考にされてください。で、右側に出てきましたけれども、三角関数の合成というと、このサインとコサインの上2つですね。こちらの公式を使います。で、一番多いのはサインですね。サインの加法定理を使って合成を行うということです。ではまず練習してみましょう。サインのシータプラス6分の π、こちらを展開してみますと、こういうふうになりますね。で、コサインの6分の π、サインの6分の π、こちらの方を実際に計算して、展開することになると。はい、では逆に、最初にこの式が与えられていて、それをサインの括弧のシータプラスなんとか、ね、の形に戻せというふうに言われたらどうすればいいのかということです。はい、では考えていきましょう。このように問題が出された場合、サインの加法定理使いたいんで、サインの形にちょっと合わせて並べ替えてみますね。で、2分のルート3、ここにはコサインが入ってましたよ。コサインシータかける2分の1、こちらの2分の1にはサインが入ってました。はい、なので、こうね、コサインが2分のルート3、サインが2分の1となる角を、探せば、ちょうど同じ角がこことここに入れられるんだなということで、6分の π とすぐに見つかりますので、それを入れてやればいい。で、加法定理を使ってまとめるという流れになります。はい、ここでですね、三角関数の定義、改めてちょっと確認をしておきたいと思います。はい、それでは三角関数の定義ですが、まずは三角比からスタートしてますよね。直角三角形で、サインシータ、これは斜辺分の高さ。コサインシータは斜辺分の底辺。で、タンジェントシータというふうに定義していましたね。で、これ、分数なんで、ね、形が同じなら全部同じ値を取るわけですよね。比の値ですから。ね、なので、シータが決まれば、それぞれのサイン、コサイン、タンジェントも大きさにかかわらず同じ値を取るというものでしたね。で、今度は欲が出てきてというか、シータが、360度全部ね、使えるように、したいということで座標を導入したんですね。はい、三角関数の定義ですね。今度は座標上にこういうふうに点を置いて、原点からその点までの距離、これが r ですね。で、ここのさっきの高さだった y は点の y 座標になります。だから、x 軸の下に来ていれば y がマイナスになったりしますよね。で、コサインシータであれば、距離分のx 座標。ねタンジェントシータは x 座標分の y 座標という形になっていきます。ここで、突然ですが、ちょっと分数って、つまり割り算ってどういう意味があったかなと。私がよく授業で、持ち出すのはですね、みかん30個を5人で分けたらどうなる ?6 個ですよね。1人6個。つまりこれは1人に対して6個が分配されるということが、この分数から分かるんだと
いうことですね。割り算からわかるんだと。つまり、分数の分子は分母の1に対する数値じゃないかということで、分母分の分子ですね。分数は分母1に対しての分子の量を出す、そういう意味があるのだというふうに考えられる。ということは、こちらね、全部分数ですから、ね、比の値ということで、例えばコサインシータであれば、長さ分の x 座標なんだから、これ、計算した値はどうなるかというと、長さ1、原点からの距離ですよ。これの x 座標、なので、はい、左側の図の中に赤い棒の線が出てきましたけれども、1に対しての x 座標がコサインシータになるんだねと。で、こちらサインシータであれば、今度は長さ1に対する y 座標と必ず一致するはずですよねということなんですよね。はい、そうするとですね、必ずこれは成り立つわけですから、半径1の円を先に書いておいて、ね、で、先ほどはこのように距離と座標で定義をしましたけれども、じゃあもう半径1の円周上の点、ここね、この点のx 座標をコサインシータ、y 座標をサインシータという考え方をしてもいいんじゃないかということですね。こういう定義の仕方もできるということです。で、両方とも非常に有効な考え方ですね。はい。それで三角関数の定義なんですが、私は勝手に左側を旧定義、右側を新定義というふうに読んでおります。でも大事なのは、どちらも重要なので、必要に応じて使い分けてくださいということです。はい、では、先ほどの問題、もう一度見てみましょう。こういう今、青い枠の中の考え方で角を見つけましたけれども、図で、ね、探そうというふうに考えるとですね、サインシータの係数2分のルート3、これを x 座標ですね。まず座標軸を書いて、2分のルート3を x 座標に置いて、で、こちらの2分の1を y 座標に置く、そういう図を書いてやれば、ね、単位円周上にそれはあるはずなので、こういうふうに見つかるじゃんと。ね、この両方を兼ね備えた角ということで、6分の π ということで、加法定理からまとめられますよねということが言えます。はい、では練習問題、ぜひ、図を書いて、やってみてください。お願いします。回答はこのようになりますので、確認をお願いします。それでは次、例題に移ります。こちらの方ですね、先ほどと同じように、解いていきましょう。1とルート3ですね。こう書くんですが、サインアルファがルート3ってもうこの時点でないですよね。さっきまでうまくいってて、今度はうまくいかない。で、何が違うのかと。ね、こういう時に違いをちゃんと考えるっていうのは大事なことだと思います。で、何が違うかというと、大体皆さんも分かっていると思いますが、さっきまでは全部ね、単位円周上に乗っかるように仕組まれていたんですよね。だから角も見つけることができたと。ところが今度はそんなことお構いなしに作ってますので、円の外側に出ちゃうと。じゃあどうすればいいかと。ねでも長さが1のところ、ここですよね。ここが分かれば
書き換えることは可能なので、ここの長さですね、この座標ですね、当然2で割れば出てきますから、2分の1と2分の3。別にこれ長さが2だからってわけじゃなくて、さっきのみかんの話とがまた使えるんですが、結局分母が長さなんで、長さで割れば必ず長さ1の時の x 座標と y 座標が出てくるはずなんですよね。こうで角度は3分の π というふうに出てきます。はい、ということはここで、角度も3分の π とできるわけですよね。はい、では実際どういうふうに解いていくか。まずこういうふうに問題が出てきたら、最初に、この2行目は特に書く必要はないですが、まずは座標を書きますね。で、点を打ってください。で、原点とこういうふうに結んで、長さ2だなと。で、1対2対ルート3と、もうすぐ気がつきますから、実は角度もこの場もう見えちゃいます。ね。で、今、青い部分で出てきていますけれども、もうこの部分は特に、ね、書き込む必要はないかなと、思います。で、とにかく2で割ってやれば、長さ1に相当する部分が出てくるので、こう作っちゃって、その代わり、ちゃんと前に2をかけて調整してやる。はい、そうすると書き換えることが可能ですよね。ぶっちゃけこの2行目3行目なくてももう図が書けた時点でこういう4行目書けますよね。なんならもう5行目いきなりいけますよね。図が分かっていて、頭の中でもう理屈が分かっていればすぐ書ける話です。はい、では演習に移りましょう。それでは練習の2番です。ぜひね、まず図を書いて、から、変形を行ってください。よろしくお願いします。はい、回答は次のようになります。ここで、何点かね、話をしたいと思います。まず、括弧3番。ねこちら3とルート3なんで、ルート3で、最初くくり出しました。くくり出さなくても普通にできますが、こういうのを気がついたらやっておく癖をつけておいた方がいろんな問題を解くときにいいかなというふうに思います。それから括弧4番ですね、これ3対4対5の直角三角形がここにできるんですよね。で3対4対5に直角三角形出てくるここの角ですけど、鋭角ですけれども、これは無理数です。なので、覚えたりしません。で、こういう角がはっきりしない場合、じゃあどうするのかと。そういう問題も出てきます。そういう時の対処法としては、こういうふうに、アルファで置いちゃうんですよね。アルファで置いちゃって、その角はこういうコサインとサインの値を取る角ですよと。そして場所は、この第二象限にあるような角ですよというようなことを書いておいて、先に進めると。わからない値は文字で置いて先に進むということが大事かなというふうに思います。ぜひ参考にされてください。はい、最後にコサインを使う場合の話をしておきます。コサインですから先ほど確認したコサインの加法定理ですね。こちらを当てはめるわけですね。だからサインの隣は今度はマイナスサインアルファ、コサインの隣はコサインアルファが来ることになります。めんどくさいんですが、順番をちょっと変えてみて、でこのマイナスに合わせなきゃいけないんで、わざわざカッコしてマイナス1を作ります。ただこの後はね、ほとんど作業は変わらないですね。コサインに書き換えたいんでルート3はx 座標に取ります。
それからマイナス1はサインに書き換えたいんで y 座標に取ります。で、長さ、1ですよね。2ですよね、こんなのね。なので、はい。で、角ですが、6分の 11π と、マイナス6分の π と、何通りでも表せるんですが、問題に応じて、ね、この辺は使い分けてください。特に指定がなければどちらでもいいかなと思います。まずは2でくくって、こういうふうに2分のルート3マイナス2分の1というふうにしておけば、6分の 11π と、すぐ書き換えられますよね。はい。なので、答えは2コサインカッコの x プラス6分の 11πというふうに出てきます。もちろんこれも、もう僕なんかであれば1行目で3行目を1回書いて次に図を書いて、でも答えにいっちゃいますね。そういうふうにしてやってみてください。はい、合成についての説明は以上です。はい、それでは説明は以上です。ご視聴ありがとうございました。